本日はご利用いただきまして誠にありがとうございました。次は市ヶ谷。お出口は右側です。JB15. The doors on the right side will open. Please change it for the Yurakucho subway line, the Naboku subway line, and the Shinjuku subway line. 当たるだけ。ほら食わなくなった。コーンにしてから。コーンだからじゃないの。味しないから。今日お休みですか？いや今日は仕事終わりで来た感じ。仕事も時計なんですか？なんか自分の仕事はあっちこっち行くような仕事で。もう決まってないです。そうなんです。も一つの現場に決まってないですね。う決まってないです。釣りはいくつだろう。10年ぐらい。ちなみにおいくつですか？10年。今22。22でもう歴はもう10年。すごいですね。小学校からそうです。もうすごい。そうです。小学校からずっと。僕は大きいの1匹ドンって釣った方が僕はいいです。おお、大きい。これ何キロありますか？10キロ？いやそんなないです。そんなないです。1.5 キロぐらいしかないと思う。でも大きいですね。そうです。すぐ戻して、釣りの楽しみ。やっぱ何匹釣れたかとかそういう楽しさだよね。まあそうじゃない。それしかない。外れたら恥ずかしいわ。やばいや。シャレにならんて。おお。来た。頑張れ。頑張れ。頑張れ。9匹目。頑張れ。9匹目だ。ゲット。おめでとうございます。今日仕事日ですか？いや、今大学4年の春休み、休みの日で学んでもうすぐ就職です。あ、そうです。4月から。もう決まりました。はい。そうです。これから仕事、テレビのアシスタントのディレクターですね。すごいじゃないですいか。やあれですけど。同じですか？いや、自分は違います。自分は IT 系です。IT 系。理想的な仕事ですか？2人とも。そうですね。まあそうですね。テレビはずっとやりたかったんであれですし、専門と関係ありますか？全く関係ないですね。専門は物理学。なんか物理学も本当本とか読んで興味で入ったんで、元からその仕事にしようとは思ってなかったんで。今からのその仕事の生活楽しみですか？それとも、今まで大学生の生活が好きなんですか？いやでも今結構ずっと暇してたんである程度忙しくなるのは嬉しいかなっていう感じです。大変ですよ、社会人。そうですよね。それ以降はめっちゃかかんなくてお釣りの時間が今しかできないです。今しかできないんでね。
ね、今がね一番暇です。一番暇ですね。あーなんかちょっとお来た来たあ今日なんかこの前約束して今日会うみたいなの。今日は朝起きてなんか暇だなと思ってまだな同じ。で電話してはい。そしたら彼も暇って言うから今とりあえず彼の家に一回行ってはいでその後になんか何するかみたいな話してはい。で釣りしたことないから釣りしてみようっていうそうなの。感じですね今ここ来た前に何をしました？日は。来た前はマクドナルド寄ってきました。マクドナルド。It is. Oh, you got it. Oh my god. Go, go, go. おお Nice. おお Now you gotta take out the bait. おお I saw it like maybe, I don't know if a film or TV series, something like that, just a couple of times, but I have never like thought this was like in Tokyo. At least for me, I cannot bring home. I don't see myself in the train with the fish, so it feels better like this. You just fish and return. And I'm AI engineer. I'm taking holiday today because he's coming back soon, and you don't work on. Now I work from Sundays to Thursdays, so today is my day off. For me, I like idol culture, so I came to Tokyo to be able to go concerts and lives. So that's the main reason. Broken. It's broken. In Spain, there's like a lot of cultures. When you finish eating, like you always have this time of relaxing and talking, like around a coffee or something. And here seems like people just go eating, you have 15 minutes, then go out, keep working, something like that. So kind of like, it's not that I don't understand it, but it's kind of like a cultural difference, like a big one, something that I miss about there. すみません、ちょっと撮影いたします。はいスレだよスレチってお腹痛いそう東京で仕事してるからね今日お休みですか？うん今日は休み月にまあ56回かな56回は来るかなうんどう思いますか？釣りの楽しみはい。同じことがないっていうかな、同じことはない。絶対同じ自分では同じタイミングで上げたとしてもかかってる時とかかってない時があるでしょ、だから人生と同じだから絶対同じチャンスが来ても野球なんかでもそうでしょ絶対にど真ん中に来ても今日はホームラン打てたけど同じ球が同じスピードで来ても翌日は打てなかったとかって普通にあるでしょそうですそうです。結果が出ないっていうのはそれは自分が何がいけなかったかって反省ができるじゃない、このやり方とこのやり方とこのやり方ってやった時に絶対じゃあこれやってみてこれやってみてこれやってみてダメだったじゃあ3つやってダメだったじゃあ次こういうの今度来た時試してみようと思ってそれが失敗してね、この先週失敗したのが
当たったりとかすることもあるし、だからそういうこうなんだろうな、完璧な答えがないっていうのが面白いところじゃない。スポーツの世界でもそうだし、テレビの芸能界の人でもそうだけど、俳優ってじゃあ俳優さんって名前がついてどれだけの人が成功してるのっていう話でしょ。プロ野球選手でじゃあどれだけ成功してるのっていう形だし、それと全く釣りも同じで、この釣れる魚に対してのこの引きとかがこういう暴れたりとかするのが日常にないから、それもいい刺激になるし、僕らからするとこれがストレス発散だから、ストレス発散ですよね。にはなるからね。はい。だからいろんなストレス発散の仕方があるからあるんだろうけど、一番好きなのがストレス発散がやっぱりお釣りですよね。まあ釣りは、僕は趣味がこれしかないからね。これが一番も何もこれしかないから、はい。これがあるから仕事もやっていけるし、これがあるからいろんな人とつながれるし、釣りをやめてくれって言ったら僕は仕事もやめるし、多分。近くに川があったし、お父さんがね初めて教えてくれたのがこの魚釣りだったし、出かけてって初めてこれぐらいの魚を4歳の時に2匹釣ったのかな、親戚のおじさんたちもみんな釣りをするから、だから親戚のおじさんたちが子供の頃よく海に行ってマダイとかのクーラーにいっぱい入れてうちの実家に訪ねてきてね、それが嬉しかった。めちゃくちゃ嬉しくて、それから釣りにはまってずっともう今でも釣りやってるっていう感じ。普通の人はさ、餌丸まったやつを売ってくれるわけだから、僕らはこういう粉の餌を買って自分で作るわけ。今は魚が触ったっていうこと。ほら、そうですか。魚いますか？そう魚が上なんだよ今のね。5、6回打てば寄ってくるから、ほら竿もっと離してるの。来た。外れた。ここで1ヶ月何回くらい来られますか？来るときは10日ぐらい来るよ。10日、10回くらい来られます。10回ぐらい来る。1日遊んでさ、2000円ちょっと遊べるんだったら安いでしょ。だから他の遊びだったらさ、もっと金かかるよ。そうですね。ちなみにおいくつですか？今年80。いや、子供たちの遊びに来たから。ここはさ、その堀の方が、小ささから取れたの。だからそういう網を持ってきてやって、ずっと来てるから。だから、落ち着くっても落ち着くし、仲間もいっぱいいるからここには。だから話もできるし、だから一時買って遊んでて、慣れない人がいたら教えてあげて、そんなことしたら一日過ぎちゃうじゃん。そうないですね。もう大体仲間も大体もう来れないしさ、体悪かったりなんかして、だから昔の友達と会うことはないよね。最初は釣れた時じゃない。だんだん慣れてくると、それかかるまでのプロセスが大事になってくるわけ。釣りやってる人は短気な人が多いんだよな。今浮くよ、引くよ、今引くよってさ、1時間それずっと見てんだからずっと楽しみ持てますね。期待感持てますね。慣れてくると魚を寄せることができるの。だからそういうのは餌とか投げ方とか場所の選定とかいろいろあるけど、だったら仕掛けが変わっちゃう。道具はやっぱりみんなそうですよ。慣れると道具がいい道具欲しいでしょ。そうですね。ね、それと同じ。これもやってて自分が興味持ってくると道具をどんどんやってもっと釣れるようにもっと釣れるようにやるわけよ。
だから浮きがほら揺らしたら触っちゃうのいいんですか？そうそう浮き見せてほらほら、触ったでしょ。今触ってて、ああいうふうに下に入ったら合わせるわけ。あ、危ない危ない。サラリーマンの時の仕事はあ、サラリーマンやってない僕は。自分で仕事やってたから。あ、自分で。やっぱり自分で仕事をした後遊ぶのは楽しい。で仕事をしないで遊ぶのはそれが仕事にできればいいけど仕事にできなきゃもう飽きる。仕事をしながら遊ぶのが一番楽しいね。そうですよね。その空いた時間をね作って、はい、釣りしようと思ったら一日どっかで開けてそこで行くから楽しいわけ。そうです。いつでもいいですよってやられたらその楽しいところじゃないな。最初はね仕事辞めて1ヶ月ぐらいは楽しいよ。それ以上になったら楽しくなくなっちゃう。今は楽しくないですか？いやたまに来れば楽しいよやっぱり、昔やったことだから、でも毎日来れば飽きるよ。そうですよね、毎日来れる。あの当時で俺給料月100万取ってたから100万すごいですね。月にね、もう何年前20年ぐらい前。いやその時はもう月に1回か2回で休みよ。だって忙しいもんね。仕事が1個でもあるんだからさやるじゃない。何年ぐらい前にその工場は辞めたんですか？20年前？去年。あ、去年？辞めたばかりですか？辞めたばっかり。ああ、その前はずっと仕事をされてました？やってた。すごいですね。75、9歳まではずっとだってされてますね。日本人はさ要するに俺らみたいに働いてた人間は仕事辞めていいですよって言われてもでその次何をやるんだってことがないわけで仕事の代わりにそれだけ夢中になれるもんがあるかってないじゃない。何でもいいの囲碁でも麻雀でも、ね、釣りでもだからもちろんあと何やるんだろうな。15歳。15歳なの。お釣り好きですか？好きです。歴史何年目ですか？ラジオ。いつ頃からお釣りが好きになりましたか？3年前ぐらい。3年前。その風の影響で。いや友達となんかやりたいなってなってやりました。今日休みですか？今日学校が早く終わったんで友達と来ました。日本の中学校は何時までですか？場所によると思うんですけど、僕たちのとこは今日1時ぐらいに終わりました。1時ぐらい。普段はもう1時終わってきたらみんな何をしますか？終わったら部活行ったり、遊んだり、ゲームしたり。今なんか結構若者がゲームとか好きな人とかっていまして、お釣りが少ないんですよね。釣り好きな人たちがいないですよね。あまりいないです。そのお釣り好きな理由を聞いてもよろしいですか？待ってるのが楽しい。待ってるのが楽しいですか？なんで楽しいですか？なんかピクピクしたり見てて面白いな。お魚釣りのことを好きなのが両親たちが知ってますか？両親あんま知らないと思います。あんまり知らないですか？個人の趣味でとどめとこうかなって。いつ頃からなんか気づいたの待つのが楽しいかな？中2ぐらい。親とか帰ってこなかったりしてなんかその暇な時とかに動画とか見るんじゃなくて、なんかこういうの方がいいかなみたいな。
チャンネル名聞いときゃよかった普通に。そういう100万人いる。いや見た。見てるに決まってるやん。いやワンチャン100万人いる説あるよ。やばい映されちゃった。俺ここで釣り上げることで俺は英雄になる。それでもうさ、これ撮ってないっつったら結構な英雄だろうな。全然釣れない。1時間で1匹っつったらちょっと笑われたもん。やっぱり俺がイケメンすぎたか。